年間1000展示のアート巡りを通してアートな視点を楽しむチャンネルです。今回はリアルすぎると話題のロン・ミュエク展、やばかったです。近くのギャラリーも合わせて17の展覧会を回ります。お気に入りのギャラリーやグルメ、音楽フェスも。チャンネル登録お願いします。まずは六本木ヒルズアリーナへ。アートの前にフリーのライブ見に来ました。人多すぎて中に入れません。やば。柴田聡子さん、音だけ聞けました。ライブ見るのは2回目かなって見えなかったんだけど。次は15時半のライブ見てみたいんで、それまでアート巡りします。六本木ヒルズウエストウォーク3階へ。この上53階の森美術館にはこの後夜に行きます。その前にまずこちら3階の森美術館のミュージアムショップの横にもギャラリーがあるんですよね。赤ちゃんがテーマなのかな。人間がまだ固まってない時期というか、一番クリエイティブな時かもですね。さて、同じ六本木ヒルズのハリウッドビューティープラザ3階にあるユミコ千葉アソシエイツへ。うわ、休みでした。残念すぎる。外から見えるのはこれ一つ。徒歩1分、ギャラリーモモプロジェクツへ。グループ展やってます。作家の描く物語のようなものが鑑賞者の心や記憶とつながっていくような、そんな展覧会です。次は徒歩1分のここ、1棟のビルに3つのギャラリーがあります。まずは小山富夫ギャラリー。これどう感じますか？なんか古代の生き物みたいな、そんな風に見えます。結構好きな感じだったかも。隣の集合アーツへ。空間をこれ贅沢に使ってたった2作品だけ。キャンバスを木枠に貼りながら描く、そんな作家です。絵画自体に骨格とか皮膚があるような、そんな作品ですね。3階の高石井ギャラリーへ。自らが体験した風景を視覚表現として再び立ち上げる、そんな試み。
徒歩1分、このピラミデビルにもギャラリーがたくさん入ってます。まず1階のペロタン東京、実はこの展覧会動画は出せてないんですけど、見に来るの2回目です。作品がずーっとこうやって1本の線でつながってます。絵って完成した絵を見るものじゃなくって、色とか形を見ながらその鑑賞者の自分の感覚が動く体験そのものじゃないっていう、そんな展覧会かな。作家のこれまでの展覧会では古い絵とか捨てられた素材を切ったり縫ったりして作品を作ってたと。で、今回面白いのが映画セットとか広告撮影で余ったペンキ、そんなようなものも使ってると。ゴミだった色が作品に変わってます。多分この展覧会って何が描いてあるかを見るより、見てる自分の感覚がどう動くかを楽しむタイプのものかなと。あなたの感覚はどう動きますか？で、2階に4軒、3階に4軒ギャラリーあるんですが、これも別日に見たんで今回はスルーします。また別の動画で紹介しますね。結構インパクトある展覧会もありました。そして4階の太郎那須へ開催されているのはアレッサンドロ・ラホとマーク・レッキー、イギリスの作家2人による対話の展覧会。マーク・レッキーによるこのお城は人間の欲望によって巨大化していく都市の華やかさかな。一方アレッサンドロ・ラホが描くのは都市の日常。ここ東京タワーが見えるんですよね。それもなんか面白いな。華やかに見える文明なんて幻想だみたいな、そんなことかな。徒歩8分、東京ミッドタウンに来ました。富士フィルムスクエアも覗いてみます。同じく東京ミッドタウンの中の伊勢丹サローネではこんなのやってました。ペットをこんな感じで描いてくれるみたいですよ。富裕層ビジネスだな。ミッドタウンの通路の柱にもアートがあります。東京ミッドタウンデザインハブで開催されているのは大サイン展。サインっていうとなんか有名人のサインとか名前を書くサインを持っちゃうんですけど、サインデザインですね。わかりやすいところで言うと案内板とか誘導サインとか看板とか、
これかっこいいね。細い文字が浮いてて、なんか雰囲気を邪魔してない感じ。これは面白いな。あ、これ新幹線から見えるよね。明治の工場、巨大な板チョコになってます。これはどこでしょう？アート好きな人ならわかりますか？アーティゾン美術館ですね。これすごい。時計がプロジェクターで投影されてる場所があるんですね。マスキングテープなどを作る鴨居加工士の本社はなんとトイレのサインが影です。なぜかっていうと、壁にマスキングテープを貼って着せ替えができるんですね。これ面白いアイデアだな。これはどこでしょうか？アーツ前橋のサインのコンセプトは点と点をつなぐ線。バラバラの点を一本の線でつなぐデザインで、人、街、アートなどのさまざまな要素をつなげる活動を表現。他にもいろいろユニークな事例が紹介されてます。これは姫路城の工事中、工事用シートでお城が見えなくなっちゃうんでプリントして見せてたんですね。面白い。同じ矢印でも企業によっていろんな表現ができて面白い。さて次のライブとアートに行く前にちょっと腹ごしらえ。たい焼きではなくてイワシです。粒あんクリームチーズめちゃくちゃ美味しいんですよこれ。さて六本木ヒルズアリーナに戻ってきましたが、ものすごい人の数。15時半のライブから3組のライブ見ます。休憩1時間を2回も挟む上に人が多すぎて携帯の電波が入らず、本持ってきたらよかったなぁと暇でした。まず15時半からはサイっていうバンド、サチモスの鍵盤の方が中心のジャズっぽいバンドですごいかっこよかったです。次にキッドフレッシュのめちゃくちゃ盛り上がりました。正直数曲しか知らないんだけど、フェスはそうやって普段聴かない音楽に出会えるのも楽しいですよね。その後のスタッツが今回の主役。もちろん盛り上がりました。ライブ見るの多分初めてなんだかな。良かったです。これリハーサルで、本番は撮影 NG でした。 MPC っていうボタンがたくさんあるのをドラム代わりに叩いて演奏します。さあ今回の一番の目的、ロンミュエク店へ来ました。なんと入れませんでした。というか1時間も待つ羽目に。ライブ終わってからすぐネットでチケット取ったんですが、直近の20時のチケットが購入できなくなってたんですよ。で21時のチケット取ったんですけど、システムの問題で多分直近のチケット取れなくしてるだけだろうと思ってアホのふりしてチケットの時間より早く行ってみたら、時間にならなきゃダメと追い返されちゃいました。どうやら人数制限があったんですね。20時はもう人がいっぱいでチケット売り切れだと。会期まだ3日目だったんですが、すごい人気です。1時間待ってようやく21時に入れました。2026年に絶対見たい展覧会のまとめを別動画で投稿したんですが、その一つ、ロンミュエク展。これ実はでかいんです。とってもリアルでついついじっくり観察しちゃいますね。でそうなるとこういう雰囲気になるじゃないですか。なんかちょっと引いて見ていたら鑑賞者も含めて作品っていう気がしてきました。こんなに他人をじっくり見ることってないじゃないですか。でリアルなのは表面だけじゃないなって。つまりこの表情、
人の明るい部分とか上っ面なとこじゃなく、不安とかそういうところ。この作品とかもパッと見すごく幸せな作品とは思えないというか、でそういう人を鑑賞者がまじまじ見てる感じがなんか変態っぽいっていうか、面白いなーって。カップルでもなんか不穏な感じ。これも何考えてるんでしょうね。これは何が起きてるんだ。裏を見せてるのもなんか意図的な感じがしますね。その意味をあなたはどう考えますか？そしてこれが一番人気の作品かな。映えますね。リアルだけど巨大な骸骨がいっぱいあります。最初は人が映り込まないようにかっこいい写真動画撮りたいなと思ったんだけど、これもやっぱり人を含めて作品っていう気がしてきました。冷静に考えて骸骨の前で記念撮影ってやばいじゃないですか。そう思ったらなんかすごい滑稽でもあり、でも死というものにこのくらいフランクに向き合うべきだとか、なんかいろいろ考えちゃいます。観光地みたいになっててなんか面白いですね。あなたはこの作品どんな風に感じますか？どう解釈するとか、あるいは難しい話じゃなくっても、ただ怖いとか面白いとかの一言だけでもコメントもらえると嬉しいです。他にも作品あったんですが、作品点数が少ないんで紹介はこのくらいにしておきます。制作風景の映像もあるんで、時間に余裕を持っていくことをお勧めします。さて、グッズ売り場を過ぎると他にも少し別の展覧会やってます。今回のアート巡り、どれが気になりましたか？ぜひコメントください。もちろんロン・ミュエックも良かったんですが、私古代生物みたいなエルネスト・ネトとか、全てが一本の線でつながってるマティルド・ドゥニーズ、あと大サイン展も刺激的でした。高評価やハイプ、コメント、更新の励みになります。チャンネル登録もよろしくお願いします。